人はそれぞれ大切にしていることがあります。ポリシーとかモットーとか座右の銘とか言い方はいろいろある。多分中身も人それぞれ全然違う。僕の場合はこれです。誰もやっていなくて誰も頼んでいないけれど誰かが望んでいるはずのこと、これに全力を注ぐ。これが僕が一番大切にしていることです。じゃあ一番好きなものは何か。もちろんカレーライスです。この2つを一緒にしてみる。一番大切にしていることを一番好きなもので実行してみる。するとここからほんのささやかな冒険が始まります。僕がカレーを好きになったきっかけは、ここ生まれ故郷の浜松にあった一軒のボンベイというカレー屋さんです。永田さんという人がやってました。僕はここに小学校1年から高校卒業するまで通い詰めた。もう食べて食べて、もうとにかく食べまくって、今思えば結構いいお客さん。気がついたら僕はカレーという料理に虜になってたんですね。だから永田さんは僕に与えた影響はすごく大きい。誰かの人生を決定してしまうような強い影響力を持ったカレーシェフ、実は彼だけじゃなくて全国各地にいます。これってすごいことです。石原さんというシェフとの出会い、それから別れにも影響を受けました。彼は横浜のガネーシュというお店をやっていた。僕はこの店が大好きだった。石原さんのインドカレーに対する情熱は尋常じゃなかったんです。僕がお店に行くと必ず僕のテーブルの横に張り付いてずっとカレーの話、永遠に終わらない。でも僕は楽しい。そんないい関係は長くは続きませんでした。2007年彼はがんでこの世を去ります。僕は訃報を聞いて言葉を失いました。同時に頭の中では別のことを考えてた。石原さんみたいなカレーに人生を捧げているシェフが全国にまだまだいる。もっと多くの人に知ってもらいたい。じゃあ僕は全国のカレー店を訪ね歩こう。こんなことは誰もやってません。誰も頼んでません。でも知りたがっている人はいるはずだ。じゃあ全力を注ごうと思ったんですね。早速取材に行きます。1軒目は埼玉。小森さんというシェフにいろいろ話を伺いました。いつカレーと出会ったのか、どこでカレーを学んだのか、どうしてカレーをやろうと思ったのか、実際にやってみて嬉しかったことは、辛かったことは、今カレーとはどんな気持ちで接してますか。これからカレーを携えてあなたはどこへ向かっていこうとしていますか。初めのうちは戸惑いがあります。そりゃそうです。いきなり押しかけてって僕は根掘り葉掘り。でも何度も足を運んでいるとだんだん心を開いてくれるようになる。僕は小森さんが残してくれた数々の面白いエピソード、一冊の本にすることにしました。文庫本サイズで20数ページぐらい、ちっちゃな本です。僕はこの本をまずは全国のカレー屋さんに届けたいと思ったんですね。さあどうやって届けましょうか。ここで黄色い封筒が登場します。今時封筒で手紙を送るなんてそんなアナログなこと流行んないですよね。だってメールがあってインターネットがある。でも僕はこれがいいと思った。幸せの黄色い封筒、これが日本全国のカレー店に届く。妄想を膨らまします。素敵だなと、自己満足かな。この封筒どうして黄色いか。カレーだから黄色にしたなと思った人結構いたんじゃないですか。別の理由があります。実はこの色が一番値段が安かった。100枚セット買いました。全国70軒のカレー屋さんに送ります。挨拶状を添えて、はじめまして、
こんな封筒、こんな本、趣味で作りました。ぜひ読んでみてください。ちなみにこの封筒は今回初めて送りました。でもこれを送るのはこれで最後だと思わないでください。これから新しい本ができるたびに僕はこの封筒を送り続けます。ちょっと脅迫状まがい。僕が勝手に送りつけた封筒は当然ですが、無事全国のカレー屋さんに届きます。どんな反響があったと思いますか？僕はすっごい期待してた。全国各地で拍手喝采、よくやった。でも現実は全く違いました。僕が封筒を送ったカレー屋さんにカレーを食べに行きます。するとシェフがこんなことを言いました。水野君さ、黄色い封筒、あれ一体何のためにやってんの？いや、あれはライフワークです。シェフのことをみんなに知ってもらいたくて。それだけのため？そうです。本当に？もう懐疑心たっぷりという感じ。そんなことして君に何のメリットがあるのって、なんか僕は不当に疑われているような気持ちがしました。別のお店に行きます。するとそのシェフはまた別のことを言う。黄色い封筒の本はどこの出版社の企画？あれは僕の企画です。またまたそんなこと言って、どうせその辺の本屋さんでそのうち売り始めるんでしょ？いや、そんな予定ありません。本当に？僕は結構ショックだった。全力を注いでいることが完全に空回りしている。それでも僕はこの封筒を送り続けることにしました。2通目、3通目。これじゃまるで幸せの封筒どころか不幸の手紙。仕方がないですね。僕は頑張って送り続けるしかない。あるシェフに電話をします。取材をしてもらいたい。お願いの電話です。ところがそのシェフからは電話口で断られてしまいます。いや、うちはいいよ、お金払えないから。僕は取材先からお金をもらってこの活動をやってません。むしろ交通費も宿泊費も本の制作費も全部自腹でやってます。この安売りの封筒だってこれを送るための切手だって自分で買ってやってるんですね。それがシェフたちには解せなかった。当然僕だって自腹を切るのが素晴らしいなんて思ってない。他にアイデアがなかったんです。もし僕がこの封筒でお金を儲けていたらみんなは納得したと思います。でもお金がかかることを好き好んでやる。なんで？何のために？なんか怪しいんじゃないの？裏があるんじゃないか。そう思われるのも無理もないかもしれません。それでも僕は封筒を送り続けます。結構性格がしつこい。4通目、5通目、6通目。ドキドキしますか？僕は送りながらすごいドキドキした。大丈夫かな？でも全力を注ぐと決めたんです。簡単に諦めるわけにはいきません。すると少しずつ周りの反応が変わってきました。嬉しいことが、黄色い封筒に返事が来るようになった。シェフの生き様に感動したとか、面白かった、また次も待ってますとか、こんなお店がありました、お客さんが全然入らない、もうそろそろ店を閉めようと思ってました。でも全国には自分よりも苦しくても頑張っているシェフがいる。勇気をもらった。この店はもうちょっと続けてみたいと思います。図らずもこの黄色い封筒はそのお店の救世主になりました。僕の友人があるカレー屋さんに行きます。するとこんな会話を聞いたと言いました。ポストを除いて黄色い封筒があるのを見つけると嬉しくなる。毎日頑張って仕事をしていると神様がご褒美をくれる。そんなふうに感じています。これ作り話じゃないですよ。本当の話。神様、神様、ちょっと言い過ぎかな。でも嬉しい。
自慢したくなる。だからここでこうやって自慢してます。このシリーズは号を重ねていくうちに黄色い封筒の数が増えていきます。今この封筒のシリーズは合計16名のシェフたちを取材しています。彼らの半生はすごく素晴らしくて特別なものばかり。こうやって見てください。見てると顔だけ並んでるとただのおじさんという感じもするかもしれない。ちょっと街中で会ったら声かけられたくないなみたいな怖い人いますよね。でもこの人たちみんなカレーに人生を捧げてる、すごく素晴らしいシェフたちばかり。そんな彼らの話はすっごく面白い。例えば富山県の早川さん、彼は東京のある老舗のカレー専門店の味に惚れ込みます。惚れ込みすぎちゃってとんでもないことを始める。そのお店の創業者に内緒でそっと富山に帰って全く同じ店を作っちゃいます。外観もロゴもお店の名前も全部一緒。考えられますか？僕は信じられない。そんなことやったらお父さんやお母さんに怒られます。でも彼はその後熱意を創業者に伝えてのれんをもらって支店として営業を続けてます。ドラマのような現実の話。大分の瀬口さん、彼はいい顔してるでしょ。この時はお酒ずいぶん飲んで酔っ払ってます。でも彼は東京の2軒の有名なインド料理店で修行を積んでもう超がつくぐらい腕のいいシェフです。でも大分でカレー屋を始めてお客さんが思うように集まらない。家賃も十分に払えません。実に8年間彼は苦しい思いをしました。いいですか、8年間ですよ。彼は何をしたか。毎朝早朝に新聞配達をしながら家賃を払って店を続けました。気が遠くなるような話。この穏やかな笑顔の裏側に不屈の精神が隠れてました。何人も取材をしていくうちにこの黄色い封筒の数はどんどん増えていきます。封筒の数が増えるということは本を読んでくれるカレー屋さんの数が増えるということです。70件で始まったのが今150件以上。根本作業が結構大変。でもそれは嬉しい悲鳴です。むしろ嬉しくないこともある。送った封筒がそのまま戻ってきてしまうことがあります。これは理由は宛先に不明。つまりカレー屋さんはもう閉店してしまってシェフは居所が分からなくなった。好きなカレー屋さんに会えなくなるのは辛い現実です。さて、黄色い封筒をめぐる冒険は一つ新しい段階に入ります。シェフ同士がお互いの店を行ったり来たりするようになりました。そのうち飲み会が始まります。僕も呼んでもらえるようになりました。憧れのシェフたちが集まって僕もそこに入ってお酒飲みながらカレーの話をする。生きててよかった。大げさだと思います。飲み会の参加シェフはどんどん増えていきます。5名、10名、15名、多い時は20名近く上ることもありました。これはカレーの世界、あまり横のつながりがなかったこの世界でこの黄色い封筒がつないだ新しい人間関係です。そこで僕は一つの提案をすることにしました。こんなに多くのシェフが集まってるんですから、せっかくだからテーマを決めて研究会しませんか。いいね、やってみようか。すべてのシェフが賛同して研究会が始まります。テーマ、例えば玉ねぎの炒め方について2時間3時間議論は止まりません。次のテーマ、スパイスの投入する正しい順序について2時間3時間。もう変態の集まりです。でもこの研究会も20回を超えて今現在も続いてます。そのうちまた新しい提案があった。せっかくこんだけのシェフが集まってるんだから店を年に1回休んでみんなでイベントやったらいいんじゃないか。いいね。カレーのイベントが始まりました。シェフが渾身の料理を集めて一皿に盛り合わせて提供するイベント。
研究会というすごく閉じた空間で行われていたことが、日本全国のカレーファンが楽しめるイベントに成長しました。黄色い封筒が巡り巡っていろんな人の間にコミュニケーションを生んでいます。これは1通目を送った時には全く想像できなかったことです。このささやかな冒険はこれからも成長を続けることと思います。もう僕にはどうなるかわからない。何が起こるのか、どこまで行くのか。だからそれが楽しみです。一方で僕は新しい封筒を探し始めています。誰もやっていない、誰も頼んでない、でも誰かが望んでいるはずのこと、きっとカレーの世界にはまだまだいっぱいあります。誰もやってないからやる前は不安、誰も頼んでないからやると不審に思われる可能性もある。でもどこかで誰かが望んでいるはずだと思えば、そんな確信が持てたら、その活動は絶対に続ける価値があります。次に僕が見つける封筒はもう黄色じゃありません。青いかもしれないし、赤いかもしれない。場合によってはバラ色になったり虹色になったりするかもしれない。虹色はちょっと言い過ぎでしょって思う。だったらマーブル模様でも水玉でもいい。とにかくそんな活動がちょっとでも面白そうだと思ったら、皆さんも封筒探してみてください。僕はカレーでやります。皆さんはもしカレーでやってみようと思う人がいたら、僕と一緒に新しい封筒を探しましょう。